こんにちは。苗穂のアートスタジオの運営メンバーをやっております山本裕樹です。これから苗穂のアートスタジオの紹介をしていきます。まずはスライドをお見せしながら説明します。最初にまずスタジオのある札幌について簡単に説明します。札幌は人口197万人の都市で北海道の政令指定都市です。北海道はこの日本の中でも一番北にあるひし形のような形をしている大きな島です。長い間北海道というのは先住民のアイヌの方々が住む土地で19世紀半ばから日本に開拓入植されました。その時期に作られた都市が札幌で、町としての歴史はそのため他の政令指定都市と比べてかなり短く新しい町となります。こちらは日本の大きさを比較するためにほぼ同緯度でヨーロッパと比較してみた図です。日本は南北に長く、札幌は東京からだと約 820km 離れています。ヨーロッパだとパリからバルセロナが1040キロぐらいなので、距離感覚としてはそれに近いかもしれません。気候や植生なども日本の他のエリアと北海道は異なっています。北海道の外に移動する際には、国内でもほとんどの場合は、飛行機を僕ら使います。北海道の外に行くと遠くからよく来たねなどと言われることもよくあるんですけど、行く身としてはですね、東京も大阪も福岡もあんまり変わらない感覚でですね、2時間ぐらいで行けちゃうなという感覚です。むしろ同じ北海道の最北端の町に車で5時間ぐらいかけていく方がずっと遠くに感じたりもするという距離感を持っています。これは札幌の中心部の地図です。上の真ん中の黄色い丸が札幌駅で、その右側にある黄色い丸が隣の苗穂駅になります。で、札幌駅から苗穂駅まで1駅2、3分ほどで着きます。で、この苗穂駅からさらに徒歩10分の位置に苗穂のアートスタジオがありますので、交通アクセスはとても良いです。ちなみにこの苗穂地域一帯は、市の中心部を南北に流れる創成川の東側に位置しておりまして、工場などが多くてですね、地価が安いので、2030年度の北海道新幹線沿線に向けて再開発の対象になっている地域となっています。では、ここから改めてスタジオの説明に入っていきます。スタジオの外観はこんな感じになっています。築50年以上の古い倉庫になります。札幌市の苗穂、先ほど苗穂駅と言いましたが、苗穂というエリアにあるので、そこから名前を取って苗穂のアートスタジオという名前です。通称は苗穂のというふうに呼んでいます。現在、札幌を活動拠点としたアーティスト15名、それとサロン小鹿という市内にあるギャラリーの倉庫であり、プライベートビューイングルーム、あとは NPO 法人 S やですね、今回の企画をしていただいている札幌アーティストインレジデンス、それと不動産会社のリーシングスタッフ、後で説明しますが、このリーシングスタッフは苗物の倉庫を紹介してくれて、今ここの管理人もやってくれている荒岡さんという方の事務所になります。以上のメンバーが苗物アートスタジオの現在の入居メンバーとなります。各入居者の部屋は独立して区切られています。で、会議や調理のできる、休憩共有スペース、またホワイトキューブ上の広いフリースペースを備えています。基本的には年に2回オープンスタジオを開催しまして、また不定期で展示やイベント、あとは SAR の滞在作家制作発表なども開催しています。下の画像は左端から SAR の滞在制作展示、次がオープンスタジオの際のフライヤー、次が地元の幼稚園児のツアー、次がメンバー同士のトークイベント、一番右が屋外でバーベキューしながら会議をしているところです。今こうやって見ると、普通にこうやって集まっているのがちょっと懐かしく感じてしまう部分もあります。ちなみに北海道及び札幌には美術の専門大学というのはありません。美術を学べる学部のある総合大学とか専門学校などがいくつかありまして、そこをですね、卒業したうちの数パーセント
かなり少ないですけど、コンテンポラリーアートの作家として活動しています。この、北海道札幌で活動してても拉致が開かないということで、北海道外の美術大学で学んだり、拠点を途中から東京や京都、あるいは国外に移す人も少なくありません。おそらくこれはどこの国のどの地方都市でも似たような現象があるのではないでしょうか。そんな一方でですね、ここで制作する理由がある人もいます。家族ですとか金銭的な問題なども考えられます。ちなみに内ボノの作家は札幌で美術を学んでそのまま拠点にしているアーティストと別の場所で専門的に美術を学んでから地元に戻ってきたアーティストと大体半分ぐらいの割合です。でまた出身が北海道という作家がほとんどです。入居者それぞれに違う意見があると思いますけど、僕は北海道の別の町の出身で大学進学の時に札幌に来てそれ以来ずっと拠点にしています。個人的には2012年に1年ベルリンに滞在して、その環境はとにかく素晴らしかったんですよね。でそのまま残る選択肢もあったんですけど、すでにもう活躍されている日本人もたくさん、いたりですね、一度自分の育ってきた国、場所に戻って、またいろいろ考えたいということ。あとですね、LCC の発達で、どこにでもこう飛行機で行きやすくなって、インターネットで情報も安くなったので、グローバリズムという言葉が本当ならば、札幌くらいの規模なら十分に活動に拠点できる可能性があるはずだというふうに考えてましたし、必ずしもそのコンテンポラリーアートの盛んな大都市に行かなくても活動ができるような可能性に向き合っていきたいなと思いまして、それがまたいろんなエリアにとってもきっといいことなんではないかなと今も思っています。でちょっとすいません、長くなってしまいますが、また都市規模からしてもなんとなく作家活動ができて、なんとなく閉鎖的な評価で成り立ってしまうようなムードもここでは個人的に感じることが多いです。でそうではなくて、外とのつながりを持って面白さの共有ができるような場の必要性を常に考えてきました。札幌というのは昔からですね、オルタナティブなアートの場がユニークなコンテンポラリーアートの動向を支えてきたような印象があります。僕自身も学生の頃によくそういう場に出入りしてコンテンポラリーアートを身近に体感したような覚えがあります。SAR もですね、その一つで、まさに90年代からずっと海外の優れた作家とのつながりを拡張していって、もう20年も継続しているオルタナティブの団体の大先輩になります。近年札幌では行政主導の大掛かりな国際芸術祭ですとか、またコマーシャルギャラリーなんかも盛んになってきていて、それはそれで僕らにとって恩恵もたくさんあるんですけど、一方でですね、そういうオルタナティブな動向が少なくなってるんじゃないかなというふうにも感じてました。札幌拠点で広く活動している作家の仲間の間でも、あんまり数は多くないんですけど、コンテンポラリーアーティストがただバラバラに活動するんじゃなくて、自分たちでも何か動きみたいなものをやっていきたいねというふうにはずっと話していました。でそこにこの古い物件の話が持ち上がったんですね。発足経緯ですけど、札幌のそのオルタナティブなアートスクールに通っていた不動産業をやられている生徒さんがいたんですね。で、そのアートスクールの講師だったんですけど、僕は。その僕に2フロアのこの270坪の倉庫物件を紹介してくれたというのが、内ボノの発足のきっかけでした。ちょうどですね、そのスクールの授業で、僕の昔のスタジオのスタジオビジットをして、アーティストってこういうふうに古い倉庫を間借りしながら制作するんですよと。で、僕自身ここもだいぶ手狭になってきたんですよみたいな話をしたんですよね。そしたらその不動産業の生徒さんも、もともとその仕事柄たくさん知ってる空き物件を活用できないかというふうにちょうど考えていたところだったみたいなんですね。でそれでこの物件が発見されて紹介していただいたということになります。で、この下に並んでいる写真は、初めてこの倉庫を見学した時の、写真です。そのスクールを企画しているアーティスト、企画しているのもアーティストだったんですけど、そのアーティストも先ほど言ったようなですね、一緒に何かやりたいと考えている作家仲間でした。彼らとともに、まずはですね、札幌で活動している同世代のですね、信頼できるアーティストですとか、あとサロン小鹿のギャラリストは弁護士もやってるんですね。で、彼ですとか、
あとはこの倉庫を紹介していただいた不動産屋さんも含めて11名でフラットな運営組織を作りました。そこで最初にどういうスタジオの方向性にしたいのかとか、あとは起こりうるトラブルを想定して、それをもとに運営のルールなどを決めたりしました。で、運営メンバーはですね、その中堅といいますか、ある程度いろんな経験を積んできた上で、札幌を拠点にしている30代から40代のアーティストとか、皆さん関係者ばかりなので、その辺のディベートは思ったよりうまくいったなと思っています。で、同じタイミングでですね、エスエアもですね、古い事務所が再開発の地域で立ち退きがもう決まっていまして、ちょうどですね、じゃあということで入居をこちらから打診したら、乗ってきてくれたんですね。これは結構幸運なタイミングでした。でそんなわけで、2017年の7月に苗物がスタートしました。その後ですね、自分たちが注目していたり、知り合いなんかにもおすすめ作家をヒアリングしながら、空いてるスペースに入居者を増やしていきました。画像はですね、左側2枚がリノベーションしている光景ですね。札幌はとても冬が寒いので、壁に自分たちでですね、断熱材を仕込んで作ったりしています。右の2枚はですね、初めて、公にですね、この内ボのをお披露目した時のオープンスタジオの様子です。リノベ途中のそのままを公開しました。これがですね、現在のスタジオの間取りです。2階建てで273坪の広さがあります。上の図が1階になります。この左側が入り口ですね。最初の画像で写真を撮っているのもこの左側の方から撮っている写真でした。で、下の図が2階になります。で、後でですね、内部の映像もお見せします。ですから、各スタジオの広さもレイアウトもこうやってバラバラになっています。で一棟貸しの物件で全部の面積を坪単価で割ってですね、面積に応じてそれぞれのスタジオの賃料を決めています。で、その家賃にですね、管理費とか運営費も上乗せして、不動産屋さんに管理を担当してもらっています。こちらが過去に行ったイベントの例ですね。メンバーの情報ですとか、それぞれのイベントのアーカイブは、ウェブサイトでも、見ることができるので、ここでは省略します。一つですね、左下の展示について、オランダのですね、アーティストのヴィンセント・デ・ボーワー君がですね、ある日突然メンバーに連絡してきて、こう知り合いに紹介されて、実際この内物のサイトを見て、どうしてもここで展示したいと。ですでに助成金の準備もできてますというふうに言ってきたんですね。それを聞いて、実際その彼の仕事も見て、運営で話し合って、これは展示を見てみたいねということで、開催に至りました。こんなことも、ありですね。発足からもう丸3年が経過して、今4年目、ですね。で、少しずつですね、認知度も高まってきているなというふうな、実感があります。基本的にはですね、一般公開しているのは、展示ですとかイベントの日としていますけど、各入居者の交友関係を通じてですね、北海道に立ち寄ってきたアーティストですとか、アートに関わる人たちが見学に来るという機会も増えています。札幌だったら内盆に行けばこう面白い人たち、変なことやってる人たちが集まってるようだとか、あと例えばですね、ここ出身のアーティストが普段は遠くで活動してて、札幌に帰ってきた時にコンテンポラリーのシーンがちゃんとあってですね、安心できるというような場になればいいなと僕は思っています。で、内部のはですね、全体の共通のコンセプトは設定していないんですよね。あくまで個々のアーティスト活動を尊重して活動しやすいような環境を作ることだったりとか、それと同時に緩い共同体としてお互いの仕事に良い影響を与えたりですとか、常に情報共有したりですね、そういう開かれた可能性を持った場になるような活動というのを意識しています。で、それぞれの入居アーティストが面白い仕事を継続していれば、自動的にですね、勝手にその場が面白くなっていくんじゃないかなと思っています。なので、この内房のアートスタジオですけど、アーティストビレッジのような場所だと思っていただければ、こう分かりやすいかなと思います。
今のところですね、この物件が10年最長で借りれるそうなので、とりあえずあと6年かな、継続できることが、第一目標と考えています。こちらがウェブサイトのアドレスになります。で、サイトの構築もですね、運営メンバーのアーティストがやってます。こちらもぜひご興味があったらご覧ください。では次に、スタジオの内部の様子を動画で紹介していきます。はい、このように線路と電車の整備場がよく見えるですね、ここ鉄道ファンの撮影スポットなんですけど、この道路沿いに内房のアートスタジオがあります。はい、これですね。これからの時期、この内房の駐車場には一晩数十センチの雪が降る日もあるので、雪かきが何より目の前の問題ともなります。はい、入り口です。この看板もウェブデザインと同じ運営メンバーアーティストの武田の制作になってます。はい、じゃあ入ります。入ってすぐ見えるのが共有スペースとフリースペースです。フリースペースの方から入ってみます。フリースペースですね、天井が4メートルぐらいあって、ホワイトキューブ状の広い空間になっています。蛍光灯とスポットライトが備えています。ここで展示やイベントを行ったりですとか、普段はですね、それ以上に入居者が大きな作品を作ったりとか、展示のシミュレーションとか撮影をするために活用する場合が多いです。このスペースがあることが、だから入居者にとっても利点だと思ってます。周りに住宅もなくてですね、隣の物件も音楽練習スタジオになっているので、夜遅くまでここで音を出すこともできます。で、天井高と同じ大きなシャッターがあるので、搬入室もすごく便利です。ただ、ここは冬とはですね、冬は外と同じぐらいの寒さでマイナス5度とか10度ですね、ストーブ使っても暖かくならないのが北海道ならではの厳しさです。こちらはですね、共有スペースで、こっちはストーブで暖かくなります。水、お湯も使えて冷蔵庫もあります。ここでご飯食べたり、パーティーをしたり、ミーティングしたりするところです。展示情報のチラシですとか本とかを置いたり、入居者が休めるような空間になっています。で、この共有スペースの隣に一つ早速スタジオがあります。こちら半年前に入居してきた笠見康弘のスタジオです。抽象のペインターで生まれ育った文化ですとか社会の中で規定された私の感情や無意識、プライベートな問題がいかに絵画として成り立つかということを意識して、制作しています。ではですね、スタジオゾーンの方に行きます。最初にここから出てくるのが風間天心ですね。運営メンバー風間天心のスタジオから見てみます。作家自身の解説とともにご覧ください。仏教のソウルでもある風間天心です。作品も宗教を題材にすることが多く、こちらに写っている作品も仏壇や、仏像などをモチーフにして、作っている作品です。はい、この辺の、右側の壁とかこの出入り口も自分たちでそれぞれ作ったものです。で、次はですね、僕自身ですね、山本裕樹のスタジオになります。僕は抽象絵画の歴史を参照しながら、色のある円、色をくり抜いている円、透明不透明の色を掛け合わせながら、物事の間にある事象について考察するような作品を作ってます。積層した透明層の中に色が浮いているような絵画になってます。こっちの部屋は事務所と小型とか中型の作品を作るスペースになっています。はい、こんな感じですね。で、さらにこっちの見える奥の部屋はですね、僕の作業、研磨など粉塵が多く出る作業があるので、その専用スペースとして使ってます。では、階段を上って次は2階のご案内をします。はい。階段登ってですね、正面が内房のウェブサイトですとかデザインを担当する運営メンバーである武田博のスタジオになってます。ここに見えるですね、そのちょっと凝った感じのデザインの扉、出入り口も武田のオリジナルのものとなってます。何でも作れるタイプのアーティストですね。はい、中に入ります。
天井なんかもですね、断熱の工夫をしてあります。で、壁にかかっているのがペインティング作品ですね。素材の質感を強調して、さまざまなテクスチャーそのものがモチーフになっているような、あるいは祈りやエロティシズム、キャラクターまでナンセンスなユーモアを表現に組み込んでいるような作風です。こちらはですね、趣味の自転車ですね。はい、奥に見えるスタジオは、こちらも運営メンバーの柏見奈々子のスタジオです。武田と柏見はご夫婦でですね、スタジオを共有して使ってます。柏見作品は主に布を素材として動物や樹木の様子を媒介として目には見えない存在の気配や風、境界などの表現を試みています。糸の表現などがですね非常に繊細なのでこの画面ではなかなかちょっと伝わりづらいかもしれません。はい、では次のスタジオに向かいます。こちらがですね、サロン小鹿の作品倉庫兼ビューイングルームになってます。で正面のピンクの大きな作品は武田作品ですけど、内物の作家だけではなくて、ギャラリーの取扱作家の作品ももちろんここでは見ることができます。ギャラリストの川上大河は、運営メンバーでして、先ほども触れたように弁護士でもあります。今年ですね、駆け出しクリエイターのための著作権 Q&A という書籍も出版しました。サロン小鹿の本館はですね、別のところにありまして、ギャラリーとカフェと弁護士事務所の複合スペースになっています。札幌にお越しの際は、合わせて足を運んでいただければと思います。では、次のスタジオですね。次もまた運営メンバーでもあります、西田拓司のスタジオです。彼はですね、看板や錆びついてノスタルジックになった過去の先端的なイメージですとか既製品をもとにポップな色彩の平面やインスタレーションを制作しています。棚や壁に並んでいるのは、DIY の道具ですとか中古の積み木をリサイクルショップで集めてきてリペイントしているような、作品ですね。もうアトリエ中にですね工具もたくさん並んでまして、武田とともにですね壁の増設をしたりですとか実作業やアドバイス他のメンバーに、してもらえるような存在でもあります。はい、ではですね2階さらに奥の方に進んでいきますね。はい、ドアを閉めて、はい、この方ですね。次に来るのが、小里純子のスタジオになります。はい、右手ですね。小里は、造形として、人とか人物の顔に惹かれてます。で、アンバランスな人のやりようとか、感情を表現してます。自分がその時感じている人間模様や違和感をもとにして自分の手と思いに任せて多様性、共存、共栄、寛容と不寛容、自分自身の不寛容まで意識しながら制作しています。自画像のような銅像が並んでいるということですね。壁にかかっているいろんなものからも本人の意思が、すごく感じられます。はい、では次ですね。次もですね、運営メンバーで、ご夫婦それぞれがアーティストの高橋清、今村一彦のスペースです。高橋は擬音を立体化した作品ですとか、街に大きく文字を展開して、そこから人々の関心無関心にまつわる映像インスタレーションなどを発表しています。今村は隙間や穴、覆われたものから漏れ出るような微弱な光などから生まれるグラデーションを観察して、外界と自身への問いかけの往復をテーマとして作品を作っています。2人ともですね本来作品が大掛かりなインスタレーションだったりで外注などもしていて、ここの他に別にスタジオを持っているのでここはいつでも作品を展示しておいてプレゼンができるようなスペースとして使っています。でこの2人が先ほど説明したアートスクールのシンクスクールの企画をしているほか展覧会のキュレーションやイベントも手掛けています。で次が笠井由香と小林知世の共同スタジオになります。葛西はこの世の万物には魂が宿っていると考えて、身の回りの者たちの生活や日常風景が持つもう一つの表情に視点を当てて日本の古典的な表現技法見立てを使った絵画を制作しています。
これは本人が実際に制作している様子ですね。では次は隣の小林本人の解説です。こんにちは、作家の小林知世です。主に油絵の具やアクリル絵の具を使った平面作品を作成しています。制作の時に意識しているのは微細な気配や予感、目に見えないものへの意識です。それらを感じる情景を絵にしたり、あとは文字の持つ気配や筆致、手の震えなどの情緒に興味があって、そういったものをモチーフに作成をしています。はい、こちらリーシングスタッフ不動産会社で運営メンバーでかつ管理担当の荒岡信孝の事務所になっております。事務所のお客さんをスタジオに案内してくれたり、アーティストが物件の相談に来ることも増えているそうです。はい、続いて大橋哲郎のスタジオですね。出来事や物事、知識や事件に対して表層を撫でるように見ているような現在のイメージの受け取り方に着目して作品を制作しています。Google マップに並んでいるようなものを紙を用いて立体化したり、ピースをしている女性を描くシリーズがスタジオに並んでいます。はい、次はまた運営メンバーのですね、新藤冬香のスタジオです。スタジオの外の壁にこうやって先日茨城で行ったプロジェクトを紹介しているところです。新藤は主に北海道の歴史や文化に関わる作品を多く制作していますが、北海道に限らず国内外さまざまな地域に移動しながら現代に生きている人々が過去に起こった出来事や過去に生きた人々にどう向き合うことができるのかということを作品を通じて問いたいと、考えているアーティストです。こちらが入り口ですね。今日は閉まっています。はい、次がですね、山内太陽のスタジオです。こちらも今日は閉まってますね。他者とですね、共有し得ない物事について考えながら、油絵の具をですね、非常に厚く載せた絵画を制作しています。ここは、作品置き場でですね、この奥の白い扉の向こうがスタジオになってるんですけど、床も壁もかなり豪快に絵の具が、飛び散ってます。こちらはトイレも一応見せておきましょうか。はい、トイレですね。シャワートイレ付きです。結構綺麗に使ってるつもりです。はい、ではですね、最後がこの青い扉はエスエアの事務所になります。入ってみましょう。今奥で代表の柴田久志がミーティングをしているところですね。エスエアは20年近く続いて、国内でも最も長く続いているアーティストインレジデンスの一つで、これまでにですね、36カ国100組を超えるアーティストを招聘してきました。札幌のアーティストもですね、エスエアの海外派遣事業で海外での活動制作の機会を持つことができています。この事務所で交流会が開かれたり、これまでのアーカイブですとか、滞在した作家が残していった作品なども見ることができます。滞在した作家は下のフリースペースで滞在生花展を行ってまして、内部のもそれに合わせてオープンスタジオを一緒に開催するなどしてお互い協力しながら活動しています。内部の入居者はですね、今はほぼ固定なので、SR の派遣作家がこうやって入れ替わり来てくれることで、国を越えた新しい関係を作家同士で作ることができて、新鮮な気持ちを作ることができます。外にあるのも、滞在作家の作品ですね。はい、2階にもですね、この小さなキッチンがあります。はい、で、こちらの階段、また階段がありますけど、階段を降りると入り口に戻ることができます。僧侶、弁護士、不動産紹介会社ですとか、なかなかこう珍しい顔ぶれが揃っているのも内ボのらしさかなというふうに感じています。はい、フリースペースの方に戻ってきました。はい、こんな感じでですね、今年は残念ながら開催できなかった、オープンスタジオ、のような雰囲気を、少しは伝えることができたでしょうか。ですね、以上で、内房のアートスタジオの、説明を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。